芝浜。江戸に魚熊という魚屋がいました。店じゃありません。天秤棒で魚を売って歩いている行商人です。買うとその場で魚をさばいて刺身にしてくれました。それがとても上手でしたから、魚熊の魚はよく売れました。商売は上手でしたが、魚熊は酒が好きでしたから、酔っ払って働いて失敗することが何度もありました。最近は特に朝から酒を飲んで失敗して、それでまた酒を飲む日が多くなりました。だんだん人気がなくなって、もう仕事が嫌になって、魚熊はほとんど働かなくなりました。年末、ある日の早朝、奥さんが魚熊を起こしました。ねえ、熊さん、昨日の晩約束したでしょ？今日からちゃんと働いてください。俺そんなこと言ったか？言いましたよ。さあ、早く市場へ行ってください。急がないといい魚がなくなりますよ。しょうがないな。外はまだ暗かったですが、魚熊はしぶしぶ市場へ向かいました。しかし、時間が早すぎました。市場はまだ開いていませんでした。魚熊は時間つぶしに芝の浜へ行きました。朝焼けの海でタバコを吸って、それから海に入って顔を洗いました。その時、何かが足に引っかかりました。拾ってみると、ずっしり重い革の財布でした。魚熊は急いで家へ帰って、奥さんに財布を見せました。財布の中に50両ありました。魚熊は喜びました。奥さんは心配しました。ねえ、番所へ届けましょうよ。こんな大金拾って黙って使ったら捕まりますよ。バカを言うな。これは神様から俺たちへの贈り物だ。よし、俺はもう働かないぞ。旅行をしたり、いい着物を買ったり、酒を飲んだりして暮らす。お前もきれいな着物を買ったらいい。まあ、とりあえず、そのお金は私が預かります。熊さん、今朝早かったから疲れたでしょ？お酒を飲んで少し休んでください。魚熊は喜んで酒を飲んですぐ寝ました。昼まで寝て起きると、魚熊は友達をたくさん連れてきました。奥さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、好きなだけ酒を飲んでもいいぞ。金のことは心配しなくてもいい。俺が全部払う。奥さんは呆れました。魚熊は友達と酒をたくさん飲んで、おいしいものをたくさん食べて、また寝ました。ねえ、あんた、ちょっと起きて。夕方になってから奥さんが魚熊を起こしました。あんなに飲んだり食べたりして、この支払い、どうするの？なんだお前。あれがあるから大丈夫だ。あれ？何のことですか？あれだよ。今朝、俺が芝の浜で拾った大金だ。今朝？熊さん、今日は昼まで寝ていたでしょ？大金？大金なんてどこにあるんですか？うちにはもう借金しかありませんよ。お願いだから仕事に行って稼いでください。
はあ？お前、何を言ってる？まさか、あれを独り占めするつもりか？魚熊は怒って家中を探しました。しかし、お金も財布もどこにもありません。ほら、ないでしょ？本当にもう、変な夢でも見たんですか？夢？じゃあ、俺が友達を連れてきて、たくさん飲んだり食べたりしたのも、夢か？いいえ、それは本当です。どうするのこの支払い。クマさんが真面目に働かなかったら、絶対払えませんよ。これ以上借金が増えたら、二人で死ぬしかありまええ？せん。魚熊は真面目な顔で言いました。わかった。俺が悪かった。俺が毎日酒を飲んで、真面目に働かないから、大金を拾う夢なんか見たんだな。今日から俺は、もう、絶対に酒を飲まない。真面目に働く。魚熊はつまらない夢を見てバカなことをしたと思いました。それで次の日の朝から真面目に働きました。夜明け前から市場へ行って、いい魚を仕入れて、馴染みの客に売りに行きました。もともと腕のいい魚屋でしたから、真面目にやったら、他の魚屋よりずっといい魚を選ぶことができます。おいしい刺身を作ることもできます。評判が評判を呼んで、1年後、借金がなくなりました。2年後、少し貯金ができました。3年後、魚熊は表通りに店を持つことができました。その大晦日の晩。その日も魚熊は朝からお客さんの家へ魚を売りに行って、夜遅くにようやく家へ帰りました。奥さんは熱いお茶を入れてあげました。あんた、この3年、本当に頑張ってくれました。ありがとうございます。魚熊は笑いました。そうだな。3年前の大晦日は、借金取りが来て、俺は押し入れに隠れていた。あの時はお前がうまいことを言って追い返してくれたんだったな。この3年、お前もよく頑張ってくれた。ありがとう。ねえ、熊さん、ちょっと、これを見て。奥さんは魚熊の前に古い革の財布を置きました。これ、覚えてる？それは3年前、魚熊が芝の浜で拾った財布でした。中に50両あります。う。あ、これは、やっぱり夢じゃなかった。お前、俺を騙したな。奥さんは額を畳にすりつけて謝りました。本当にごめんなさい。あの時、私はあなたが寝た後、大家さんに相談しました。もしこのお金を使って旅行したり高い着物を買ったりしたら、私たちが言わなくても他の人たちが変だと思って番所に知らせたでしょう。そうしたらあなたは捕まります。だから私は大家さんにお願いして、この財布を番所に届けてもらいました。それから悪いと思ったけど、全部夢だと言ってあなたを騙しました。1年経っても落とし主が現れなかったから、このお金は私たちのものになりました。番所でこの財布をもらったとき、
すぐ本当のことを話して謝りたかった。でも話したら、クマさんまた仕事を辞めると思った。だから、黙っていました。今年は借金もない。店も建てた。もう行っても大丈夫だと思って、こうして今、本当のことを話しました。今まで騙していて、本当にごめんなさい。魚熊は腕組みをして奥さんを睨んでいましたが、一つうなって言いました。確かに、3年前の俺がその金を使ったら捕まっていた。2年前の俺だったら、また怠け者に戻っていた。お前、よくやってくれた。今の俺は、こうして真面目に働いている。お前が叩き直してくれたからだ。俺はいい女と結婚した。ありがとう。奥さんはようやく顔を上げました。じゃあ、許してくれる？もちろんだ。お前は最高の奥さんだよ。奥さんは目に涙を浮かべて魚熊に言いました。はあ、安心した。じゃあ、熊さん、大晦日だし、久しぶりに一杯飲まない？一杯？何を？お酒ですよ。奥さんはごちそうを並べて、杯に酒を注ぎました。魚熊は喜びました。おい、本当にいいか？俺、酒を飲んでも大丈夫か？ええ、私が許します。奥さんは笑いました。遠くで除夜の鐘が鳴り始めました。魚熊はしばらく酒に移る自分を見ていましたが、やがて杯を置いて言いました。やっぱりやめる。また夢になるといけない。